マタイの福音書、第8章、イエスが山を降りられると、多くの群衆がついてきた。すると、一人の重い皮膚病を患っている人がイエスの前に来て、ひれ伏して言った。主よ、お心一つで、私を清くすることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触れ、私の心だ、清くなれ、と言われた。すると、すぐに彼の皮膚病は清くなった。イエスは彼に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ言って、自分を祭司に見せなさい。そして、人々への証子のために、モーセが命じた供え物を捧げなさい。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて、懇談していった。主よ、私の僕が麻痺病で家に寝込んでおり、ひどく苦しんでいます。イエスは彼に、私が言って、彼を治そう、と言われた。しかし、百人隊長は答えた。主よ、あなたを私の屋根の下にお迎えする資格は、私にはありません。ただ、お言葉をください。そうすれば、私の僕は治ります。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがおり、一人に、行け、と言えば行きますし、別の者に、来い、と言えば来ます。また、僕に、これをせよ、と言えば、その通りにします。イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人々に言われた。誠に、あなた方に告げます。イスラエルのうちのどこの誰にも、これほどの信仰を見たことがありません。あなた方に言います。多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に食卓に着きます。しかし、御国の子らは外の暗闇に追い出され、そこで泣きわめいて歯ぎしりすることになります。それから、イエスは百人隊長に言われた。行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、その僕は治った。イエスがペテロの家に入られると、その舅が熱病で床に伏せっているのをご覧になった。イエスが彼女の手に触れられると、熱が引き、彼女は起き上がってイエスをもてなした。夕方になると、人々は悪霊に疲れた者を大勢、イエスのところに連れてきた。イエスはお言葉一つで悪霊どもを追い出し、病気の人々をすべて治された。これは、預言者イザヤを通して言われた言葉が成就するためであった。彼は私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を担った。さて、イエスは自分を囲んでいる群衆を見て、向こう岸へ渡るように命じられた。すると、一人の律法学者が近づいてきて言った。先生、あなたが行かれるところなら、どこへでもついて行きます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がありますが、人の子には枕するところもありません。また、弟子の別の一人がイエスに言った。主よ、まず行って、父を葬ることを許してください。しかし、イエスは彼に言われた。私に従いなさい。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。イエスが船に乗り込まれると、弟子たちも従った。すると、海に激しい暴風が起こり、船は波に飲まれそうになった。しかし、イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄ってイエスを叩き起こし、主よ、助けてください。私たちは死んでしまいます。と言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちよ。それから起き上がって、風と海を叱りつけられると、すっかり凪になった。人々は驚いていった。この方は一体どういう方なのだろう。風も海も従うではないか。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に行かれると、悪霊に疲れた二人の者が墓場から出てきて、イエスに会った。彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通ることができないほどであった。すると、彼らは叫んだ。神の子よ。私たちとあなたに何の関係があるのですか。字が来る前に、私たちを苦しめるためにここに来たのですか。さて、そこからずっと離れたところに、おびただしい豚の群れが飼われていた。悪霊どもはイエスに願っていった。もし私たちを追い出すのなら、あの豚の群れの中に送ってください。イエスが、行け、と言われると、彼らは出て行って豚の中に入った。すると、その群れ全体が崖を駆け下りて海へなだれ込み、水の中で死んだ。飼っていた者たちは逃げ出し、町に行って、悪霊に疲れた者たちのことなど、一切を報告した。すると、町中の者がイエスを迎えに出てきた。そして、イエスに会うと、自分たちの地域から立ち去ってほしいと懇談した。